ゴキブリが異常にキモい理由、誰にもわからない。あれ何？遺伝子レベルでキモいよな。仲良しで草。CG やろこれ。遺伝子が拒絶している。ゴキは動きが読めないムカデはある程度読める。高速移動だろ下手すると飛ぶし。でも色がポップなら？緑バナナゴキブリは、森の中で生活して、落ち葉など枯れた植物を食して成長する。緑色の葉っぱや茎などで天敵から身を隠し進化してきたため、鮮やかな緑色になった可能性が高いという。色が綺麗かじゃない、足の毛があるかないかだと思う。いわばまさにこれ。ブラジル人のゴキブリ駆除の方法、やばすぎる。自宅の庭に繁殖したゴキブリに業を煮やした男性が、ガソリンを使った強行手段に出たところ、庭の芝が吹っ飛びとんでもないことになってしまったようだ。呆然とした男性は驚いた。ただゴキブリは姿を消したみたいだと話した。強い確信。危険すぎるやろ。イッヌが無事でよかった。イッヌが瞬間移動したと思ったら2匹おった。さすがに成虫は殺せてると思うけど卵が残ってて孵化してまた繁殖したりするんよな。こいつらの生命力は究極。爆発前にゴキがカサカサとおっさんの後ろへ逃げてるの草。後ろにゴキブリ追って草。舐められてるやん。年間60億匹ものゴキブリを AI を使って繁殖させている中国の工場。その目的は？ここまでしてゴキブリを育てるのには理由がある。アジアの一部ではゴキブリが漢方として珍重されているのだ。そのドリンクを飲めば健康になれたとしても嫌だ。まあ、ちゃんと工場内で生産されたゴキだったらただの薄くてめっちゃ足が速くて触覚がふよふよ動いてるだけの虫だし、実質カブトムシのメスだし、日本ではできない芸当。さすが中国。俺たちにできないことを平然とやってのけるそこに痺れる。憧れる。ゴキブリは歩く万能薬だったのか。衛生管理されてるゴキブリならいい？いややっぱなんか気分的にな。中国の衛生管理に関しては置いといて。これは生理的に無理。知らない方が幸せなことってあるんだなぁ。閲覧注意。未来のスーパーフード候補はタンパク質豊富なゴキブリのミルク。大西で知られる唯一のゴキブリこの種は体外に卵を産まず、体内で子供を産み、体内で育てる。他の耐性生物と同様に、卵巣ゴキブリの子宮から分泌されるタンパク質豊富な液体で胚を育てる。胚に取り込まれた液体はすぐに中腸でタンパク質結晶になる。ゴキブリの胚からこぼれるタンパク質結晶。勘弁してくれ。おい、罰ゲームってなんだ。研究者すら飲むのは嫌がってるじゃねえかわら。こっちにいるみたいな感じでそのうちしれっと食べ物に添加されててもおかしくはないかもしれない。無菌環境で清潔に育ったゴキブリなら食べれなくもない？これはちょっと期待。おえ普通に興味ある。なんと、体がキラッと怪しく光る、発光ゴキブリが発見される。ゴキブリといっても、日本にいるチャバネーズとはまた違った形状を持つゴキブリなのだが、蛍光灯の下にさらすと、胸部中央に2箇所と体の周りがキラーンと光る、発光タイプのゴキブリが話題となっている。二つの丸い光がまるで目玉のようだ。スターウォーズに出てくるジャワ族にそっくり。夜寝てる時にカサカサと光る動きが向かってきたら気絶するわ。なるほど、発光バクテリアか。俺も皮膚に発光バクテリアを植え付ければ、体が光って女の子にモテモテかもしれない。萌えキャラや、ゆるキャラ化して生き残るつもりか。恐ろしい進化だ。パッと見てフクロウだと思った。絶滅したはずのゴキブリが80年ぶりに発見される。オーストラリア、ロードハウ島の固有種。飛ばず早く動かないゴキブリは好き。山ゴキブリの幼虫？ゴキブリというか甲虫に近い感じのやつ。一度だけなぜか部屋の中を歩いていたことがある。そのまま逃した。チーというよりダンゴムシっぽいね。あいつらが絶滅するはずがなかったんだ。ダンゴムシ系のゴキブリは見てても気持ち悪くないからいい。ゴキブリも絶滅するんだな。これは可愛い。可愛い系のゴキブリっているんだ。一
夫一夫制のゴキブリはお互いの羽を食べ合って永遠の愛を誓う。森林に生息する朽木ゴキブリは一夫一妻制で、交尾の時にお互いの羽を食べ合うという。羽は再生することはなく一生飛べなくなる。なんてロマンチックなんだ、人間も見習ってはどうか。浮気せんのならええね。幸せやね。惚れた旦那に小指をうんたらかんたら。生きるって、どの世界でも大変ね。ほんと生き物って不思議な進化するよね。山のゴキブリは妖精みたいなもんさ。現実な話だと虫に愛とかはないだろうから木くずの中で生活するには邪魔なんだろうな。G でさえ結婚できるのにな。ゴキブリの脳に毒物質を差しゾンビ化させ、最後には幼虫の餌にするセナガアナバチの恐怖。またの名を、エメラルドゴキブリバチ。ピカピカやん。すごいなぁ。初めてゴキブリがかわいそうだと思った。ゴキブリが可愛く見えた俺は一体、恐ろしい蜂だ。ゴキって恐怖の塊みたいな生き物だけど、身を守る武器といえば俊足しかないんだよね。対人間戦はあんなに強いのに。まあ我が家でやってほしくはないね。ざまあと、思うのは俺だけか？やべえ、最後の成虫が体内から出てきた瞬間全身鳥肌になった。ゴミ屋敷でゴキブリが大量発生。家丸ごと燃やす処置。かつての家主の情報は不明だが、その人物は家具や生活用品もそのままにして立ち去ったらしい。屋内では安住の地で爆発的に繁殖しまくったゴキたちが、あらゆるものを占拠していた。しかもそのうち餌が尽きたのか、近隣の家にも入り込み荒らし回るようにもなっていた。結論から言うとこの作戦は大成功だった。数週間経っても周辺でゴキブリの被害を訴える声が上がらなくなった。気持ちはわかる。気持ちは。そのうち耐性がつきそうで怖いわ。友達。今度は炎に耐性を持つ G が生まれるかもね。すげえ。綿密で乱暴なゴキブリ退治。やっはー、汚物は消毒だー。パンがなければ、ゴキブリで作ればいいじゃない。ゴキブリ粉でパン作りをするブラジルの科学者。ミルワームじゃダメなのか？イナゴの佃煮とかそのままだからちょっと。って思うけど粉なら全然 OK だよ。おう。森のエビとか異名をつけたらそのうちいけるように。ならんか。実際それしかなくなったらみんな食べるんだろうけどさ。ゴキと考えるだけでダメだな。嫌がしします。頼むから原材料名を正確に伝えないでくれ。そうしたら食べられるから。似てる。しかもでかい。ロシア軍のゴキブリ型スパイロボが間もなく諜報活動を開始。ロシア、カリーニングラードにある関東大学の科学者らはゴキブリそっくりの偵察ロボットを開発した。体長10センチメートルのバイオロボには感光性センサーと接触センサーが装備されており、常時周囲の障害物をスキャンする。カサカサ。8型なら毒針がつくかもしれん。ゴキブリキャー。などと言っている場合ではないけどゴキブリキャー。多くのことが学べる虫だということはわかる。だが理屈をすっ飛ばして気持ち悪いんだよー。猫のおもちゃに欲しい。全力で駆逐してやる。おかんに叩き潰されて終了の予感。体が半分になっても黒猫と壮絶な戦いをするゴキブリ。キモいよー。虫はこれだから嫌なんだよ。猫ちゃんやめてくれー。かつてこれほどまでに最悪な愛の告白があっただろうか。誰が OK すんねん。I love you じゃねえんだよ。この人なら OK するんじゃね？頭おかしい。ブオエ。閲覧注意。私の頭の中のゴキブリ。頭の中から生きたゴキブリが発見された女性。インドの大学病院に、頭の不快感を訴える女性が来院した。頭の中に何かが這いずってる感覚と激しい痛みがあるという。
何度も同じ症状を訴え続ける彼女にただならぬ予感がした医師は、内視鏡を使い鼻の中から原因を探すことに。奥深くまで進んだカメラがついに捉えたのは、彼女の頭の中に生きたまま居座っている大きなゴキブリだった。いやー。耳の中にハエが飛び込んできたことならある。あの時は歩くたびに耳の中で動いて本当に気持ち悪かった。中で育ったなら脱皮した皮とかあるかな。このサイズで気づかれずに侵入できるかな。オフ。下手な心霊映像よりよっぽど怖い。寝ている時に中に入って成長したんだろうか。怖いな。生きたゴキブリを無線で制御し、遠隔操作できるサイボーグ。見つけ次第にスリッパで殴り殺される。全然精度が高いんだが。サイボーグじいちゃんとな。瓦礫に埋もれた人々を探し出すのにすごく役立ちそう。これはすごい。遺跡調査とか、せこいとこなら落とし物調査とか便利そう。嫌われ者のゴキが黒いダイヤモンドのような価値になるかもな。確実に弱るな。電気生えた滝の出番や。瓦礫に埋もれて弱ってたところにこんなの出てきたら死ぬわ。ある意味最強の生物兵器。犯罪組織が台湾の飲食店内に1000匹以上のゴキブリを放つ。台湾の飲食店に1000匹以上のゴキブリが犯罪組織によってばらまかれたという。その背景には、金銭トラブルがあったようだ。警察官たち、楽しい宴会を邪魔されてめっちゃ鬼の形相で逮捕してそうわらわら。ゴキブリキューブ。これのためにわざわざ餌用ゴキ買ったのそこら辺の野良ゴキよりは衛生的にはマシだなとか思ってしまった。大量ゴキブリ散布とかたまたま警察官が食事中だったとかそんなこち亀みたいな話が実際にあるとは。うわぁ。中華マフィアから金借りて虫とはすげえオーナーだな。そのうち海に浮いてそう。G ハウスに G ハイウス。恐ろしすぎる。